視聴者の皆様、おはようございます。エリックです。今回は2025年末に購入したビューエルの XB12SS の車両紹介動画になります。これからビューエルを購入しようと検討されている方の参考になれば幸いです。視聴者の皆さん、こんにちは。エリックです。今日はですね、このビューエルの XB12SS の紹介をしようと思って今動画を撮ってます。で、細かいところはちょっと別の iPhone で撮りながら説明していこうかなと思ってます。で、最近ね、メルカリで購入したんですけど、相場よりだいたい10万円ぐらい安かったですね。だいぶお得に買えたんですけど、まあ買えた理由がいくつかあって、左右ちょっとボテゴケっぽい転倒があったのと、それで液パイがちょっと押されてるかなっていうのがあったんです。それを戻したのと、レギュレーター、発電した発電機から、受け取って電圧を調整するレギュレーターが壊れてました。それぐらいかな、大まかな、トラブルは。で、あとは軽く全体メンテして乗れるようにしましたという感じですね。ちょうど年の本当に大晦日の1日前30日に届いて、整備したのが1月中旬で、今日やっと2月19日かな。で、細かいとこ見ながら説明をしていこうと思います。で、ビューエルといえばね、このリモンディスクで6スポットキャリパー、特徴としてよく語られるところではあるんですけど、これね、シングルディスクの、ブレーキなりの効き方です。見た目のインパクトがすごいんでね、めっちゃ効きそうと思う人もいると思うんですけど、そこまでは効かないです。シングルディスクの台形の、なりの効き方をします。で、次にサスですね。減衰圧側と伸び側ね、両方ついてる。で、プリロードも調整できるフルアジャスタブルになってますね。で、これ多分ね、シール変わってるんでオーバーホールされてるんですよね。で、距離2万キロ走ってないんですけど、年数は経ってるんで、多分それなりのメンテナンスされてきた個体なんだろうなと思います。で、ヘッドライトはなんか HID のやつがもともとついてたんで、一応交換するようにも買ったんですけど、いいかと思ってそのままです。で、トグつけました。で、ウインカーは流れるやつ買いました。これかっこいいですよね。ストーファイっぽいやつは似合うんで。で、あとはね、レバーはもともと変わってたんで、レバーはそのままにしてます。で、あとはグリップヒーター、USB、スマホホルダーですね。っていうのはもうツーリング用の自分のバイクは全部つけるんでセットになってます。あとね、ちょっと分かりづらいけど、メーター全部 LED 化してます。あとね、このタイプ、Amazon でこのブレーキレバー売ってるんですけど、ビュエルの中の車種によっては、ここのクリアランスが足りなくて、レバー押しっぱになっちゃってる。てか、これもなってたんですけど、ブレーキマスターを押すところが押しっぱになっちゃってて、そうだからほんのりブレーキ効いたまま走ってるっていう状態になりやすいみたいですね。他の人も一応レビュー1件だけあったんですわ、押しっぱになるって。なんでちょっとここの当たってる部分削って、押されないようにしました。あとは、このバーはどこのね、エンデュランスだったかな、短めのバーつけて低めにマウントしてます。スマホホルダーなどなどで、ナポレオンの何ミラーだっけ、シャークミラーだっけな、メルカリで左右で3000円で買いました。で、ビューエルの特徴って、いろんな動画出てるんでサクッと説明すると、これがガソリンタンクで、スイングアームが、ここはオイルタンクになってますよね。これが特徴ではあるんですけどね。ここはもうどの動画でも多分取り上げられる感じですね。
でここの中にエアクリーナーが入ってて、吸い込み口がここにあります。ここからエア吸う感じですね。でこのバイクはエキパイはノーマルです。でマフラーをちょっと変えてあるんですよね。このバイク、XB と 12SS なんで、本当はマフラーはこうニョキってここら辺まで出てるんですけど、9R のものに変えて短くなってます。で何が違うかというと、ここら辺に排気バルブが入ってるんですよ、ノーマルは。でもその排気バルブがあることによって、アイドリングがもちろん静かになって、多分トルクの特性が良くなるんだと思うんですけど、音がすごい静かになっちゃうんで、自分は音がある程度欲しかったんで 9R のもの、排気バルブがないものに変えてます。これはね YouTube で、上げてくれてた方がいらっしゃったんで、とりあえず試しでつけてみようと思ったらめちゃくちゃ良かったです。音量比較の動画撮ってたと思うんで、それも載せれると思います。ご覧ください。ここら辺はもうほとんどノーマルですね。オイルクーラーもついてるし、これリアバンクを冷やす、ダクトです。本当快適装備つけて、ウインカー変えて LED 化して、一応灯火類にも全部 LED 化して、マフラー変えたぐらいか。本当そんなもんメンテしたぐらい。とりあえずノーマルのね乗り味どんなもんかなっていうのを見たかったんで。でシート下にですね、こんな感じ。ここにねファンがあるの見えますかね。そう、運転中にずっとというかよく回るファンがここにあります。ここにねリアバンクのシリンダーヘッドがもう見えてるんですけど、ここの温度が上がってくるとこのファンが回ってこっちに逃がすと、熱気を逃がして、ここから出るんですけど、ここからも出てくるという感じになってます。こんな感じですね。でこれは何かっていうと、LED を久しぶりに、電飾つけたんですよ。ちょっと明るいんであんま分かんないですけど、分かるわ。こんな感じでね電飾をつけたんです。ストファイ系はね LED 入れてもかっこいいからいいなと思って、闇雲に光らせるんじゃなくて、もうなんだろう、暗いとすごい分かりやすいけど、この三角部分だけ光るんですよ、暗いと。分かりづらいけど、こんな感じで、なんかこう闇雲にピカピカするんじゃなくてポイントで光らしてます。ちょっとしたこだわりですね。であとね、ビュエルバッテリー、スポーツカーもなんですけど、バッテリーやっぱちっちゃいっす。容量がね結構やっぱりいっぱいいっぱいだなって思うことがあるっすね。ファンがよく回るんで電気もよく使うんですよね。その割にバッテリーがちっちゃいんで、結構出先でバッテリー上がっちゃったとか、バッテリーちょっと弱ってきたらもうダメみたいなことが結構あるかもしれないなと思ってます。スポーツカーも良くなってました。だからバッテリーはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。これヒートガードちょっと一応なんかどっちかというと見た目でつけました。今回あってもいいかなと思ったんで。でベルトドライブですね。で、そうそう、ベルトドライブ、ここにスプリングが入って、この張力がガッて上がった時に動いて逃がしてくれるってやつがあるんですけど、あれねつけるのいいんじゃないかなと思って、そのうちつけたいなと思っております。はい。ビュエルってあれなんですよ、デバイスが大きいデバイスが2つついてて、
アクセルを全開にしてもアクチュエーターでバルブを閉じちゃうっていう全開抑制装置だったかな、そういう制御装置が入ってます。低速度の時にガッて加速しようとすると全開でもアクセルをこう勝手にバルブ閉じて戻しちゃうっていう機能があるんですよ。ここの中のそのアクチュエーターのワイヤー外してしまえばキャンセルできるんですけど、外す必要ないとは個人的には思います。行動ではね、サーキット行く人とかだったらまた別だと思うんですけど、行動でデバイスついてたところでそもそも全開に本当の意味で加速の時に1速で全開にできる人がいるのかなと思います。それぐらいトルクパワーがあるしトルクフルだし、なので多分挟んでいいと思うんですねマジでなんかみんな外してるしすぐできるから外しちゃおうって人多いと思うんですけど、外さなくてもいいと思います、個人的にはね。外すときはここのテンショナー付きのやつに変えた方がベルトプッチンを防げると思います。かなと思います。自分は多分ね外さないですね。そのままでいいと思います。十分。で排気バルブに関しては、9R のマフラーにはついてないんで、今はアクチュエーターからワイヤーを外して、ここら辺に止めてるですね。これ排気バルブのワイヤーなんですけど、配線の用の布テープでぐるぐるして止めてるだけです。まあ楽しいバイクですよ、本当に。やっぱ振動ですね。振動がいいっすよね。ここからね、吸気音がめちゃくちゃ聞こえるっすね、ガボーって。これがね、加速するときにゴーって言ってて楽しいですねで、フォグランプを連動にしてます。ハイビーム連動、これが一番多分扱いやすいですね。XBS はバイザー部分にそれなりのスペースがあるので、アクセサリー取り付けはしやすいですよね。ちなみにハイの配線をローの配線にダイオードでつなげて、ライトをハイローの同時点灯にしています。使うのって大体真っ暗な峠道なんですけど、対向車来たらやっぱハイビームからローに戻すんで、その時に一緒に消えてくれた方が楽なんで、自分はハイビーム連動にしてますね。こんな感じです。はい、楽しいバイクっすよ。ですね。どんな人におすすめできるか。本来のスポーツスターの形だったらある程度いけるんですけど、峠道それよりもっとバンク欲しいとか、バンク角が欲しいとか、スピード出して走りたいとかいう人にはいいかなと思います。はい。ただもしかしたら人によってはちょっと慌ただしすぎるかもしれないですね。結構ゆっくり走ってる時にギクシャクしたりとか、ちょっとアクセルが割と過敏なんで、ちょっと開けたらドンって進んじゃったりとかするんで、そういう人にはもしかしたらスポーツスターの方が合うっていう人もいるそうだなと思います。だから買う前に試乗した方がいいのかな。自分に合うかどうかを確かめてもらった方がいいと思います。自分が乗ってるのがね、BMW の R1100S と、これと、乗り比べると、向こうはもう平和っすね。平和安定の優等生ですね。こっちはね、刺激の塊みたいな感じですね。だからなんか短時間でこう気分転換したいとかリフレッシュしたいって時は、あっち乗ってもスピードは出るからこう楽しいんだけど、こっちはさらにもう振動なり音なりいろんな刺激があるんで、楽しいですね。
短時間でもこう刺激をもらえる、気分転換できるっていうのはあると思います。あとやっぱバンクしやすいですね。軽いっす。R1100 だと水平対向なんで横にシリンダーが左右にねどんどんって出てるんですけど、シリンダーが左右に出てるってことはそれでバランス取れちゃうんですよね。XB だとシリンダーが直立なんで、傾いたら重力に引っ張られてシリンダーの重さがバンクさせる方向に働くので、倒し込みがやっぱ全然軽いですよね、こっちの方が。多分直列に並んでるからね、直4よりさらにローリングの時のね傾きがスムーズに倒れていくんだと思います。エンジンは本当にチューニングしたスポーツターっていう感じがします。メンテナンスのしにくさは、あるにはあるけど、リアバンクのプラグ変えるのにこんな隙間にあるんですけど、カバー取ってエアクリ取ってエアクリのベースも取ってようやくアクセスできるかな、プラグが。リアバンクのプラグね。でフロントはこのダクト外せば取れたと思うんですけど、ビュエル XB のメンテナンスをするとなると、外す頻度が高いエアクリーナーボックスのベース部分、パネルのフランジをはめるのが大変なのですが、いらない配線をうまく使うと楽にできます。フランジの溝に配線を回した状態でベースを乗せてしまいます。あとは一方を固定したまま、もう一方をゆっくり引き抜いていくだけです。古い車のガラスをゴムのシーリングに取り付けるときに使う方法ですね。この方法だと片手にスマホを持ちながらでもできるぐらい簡単になります。自分でメンテナンスする人は試してみてください。これをいじるにあたって、ロングノーズプライヤーロングノーズプライヤーじゃなくてロングプライヤーになるのかなを絶対買っといた方がいいです。ロングプライヤーあるなしで作業効率めちゃくちゃ変わるんで、ホース刺すなりネジ取るなり、そこそこ細かいところに奥まったところにあるのが結構多いんで、あと 16mm のメガネ、フロントバンクのプラグ変えるのに 16mm のメガネがいるかな。であとリアバンク変えるのに、同じく 16mm のプラグレンチの首振りタイプを買っといた方がいいですね。基本的にノーマルで、前後刺すフルアジャスタブルだし、楽しく走れるバイクですよ。本当にこれどうなのっていうのがあればぜひぜひコメントなどで教えてください。あとね、ハンドルの切れ角ね、ネックからいきなり立ち上がってるんで以上みたいなこんだけです。切れ角マジでない。倒立フォークプラスこのフレームなんでね、本当にここの隙間がなくてマジでハンドル切れんですね。U ターンの時バンクさせに行ったら多分最初こけちゃうかもしれんぐらいには切れ角がないです。あとはニーグリップパッドね、これはつけた方がいいですね。夏場はここめっちゃ暑くなるらしいんで、パッドつけるなり暑くないズボン履くなりでした方がいいですね。一番これ880円だったかな安いパッドを同じのです、これとこれで、ここら辺でぶった切って2枚に分割して、1枚にしてますね。これがなんで2枚貼ってるかとすると、ポジション人それぞれなんであれなんですけど、街乗りだとここに当たります。で峠だとここに腰ずらすんでね、ここに当たると。なんで2箇所貼ってます。でこっちはね貼っといた方がいいです。多分めっちゃ熱くなると思うんで。あとね、ファンがねよく回るんですよ。ここのねファン見えてると思うんですけど、街中真冬でもちょっと渋滞してるなーってなったらすぐ回り出す感じですね。で一回回り出すとね、なかなか止まらんす。どうしてもね、ここツインスパーに挟まれたリアバンクがどうやっても冷えんだろうっていう形してるんですけど、どうしてもリアバンクが熱くなってくるとファンが絶対回るっていう風になってるんで、よく回りますね。止まった後もそのシリンダーの温度によって、シリンダーヘッドの温度によって、しばらく回しっぱなしになるんで、深夜帰宅するときとかに結構気使いますね。はい、そんな感じで、
デュエル XB の紹介でございました。参考になったら嬉しいですね。デュエルってね、やっぱこう頭の片隅、自分もそうだったんですけど、頭の片隅にずっといるんですよ。気になる、乗ってみてえなみたいな、あんな変なバイク変なバイクって言っちゃうけど、変なバイク、どんなバイクなんだろうってね思うんですけど、乗ってみると見た目よりはオーソドックスなバイクだなっていう、自分はそう、乗りやすいですよ。バイク傾けられる人向けかな。あんまり傾けれないとか、なんかもうちょい扱いやすさが欲しいっていう人はスポーツスター選んだ方がいいかもしれないですね。まあでもちょっと比べるには違いすぎますけど、スポーツスターエンジンの乗り味は一緒でも、まあその他もろもろが違いすぎるんであれなんですけど、まあ一緒って言ってしまうのも乱暴かな。いやでも、スポーツスター的な乗り方も、ね、ゆっくり回して乗ることもできるし、回して乗ることもできるんで、いろんな使い方ができるなーって感じですね。ただ便利な乗り物ではないですよね。どうしてもシート下収納とかもないし、バッグ乗っけるにもなんともって形してるし、そもそもこのバイクにサドルバッグとかね、ここね似合わんだろうみたいなそういうバイクじゃないもんな。どっちかというと気軽な服装でちょっと気晴らしに走るみたいな使い方のバイクなんだろうなと思います。すごい気持ちよく走れるですね。そんな感じでご視聴ありがとうございました。じゃあ温泉行って帰ります。長々とご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がビュエルの購入を検討されている方の参考になれば幸いです。この動画がいいと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。